セガで副社長を務めます佐藤でございます。本日は構造改革プラン説明会に多数ご出席いただきまして誠にありがとうございます。今話がありましたように、本日家庭用ゲーム機の製造中止および通期業績予想の修正に関するお知らせ、並びに来期を踏まえてでの収益の回復策、並びに経営人事、構造改革推進本部の設置等についてお話をさせていただきます。まず、家庭用ゲーム機、ドリームキャストでありますが、これの製造中止ということを発表させていただきます。当社は平成13年1月31日開催の取締役会をもって次の通り、家庭用ゲーム機ドリームキャストの製造を2001年3月期をもって中止することを決議いたしました。製造中止の背景でございますが、セガは1960年の設立以来、アミューズメントマシンのリーディングメーカーとして発展し、そして1983年、8ビットを皮切りに家庭用ゲーム機市場へも参入いたしました。そして常に先進的な製品を提供し続け、市場をリードしてきたセガのコアコンピュタンスは、広い範囲にわたってでのソフトの開発力、コンテンツの開発力であり、数々の史上初となる製品を生んだ技術力を有し、世界有数のソフト資産を持つゲームメーカーとして世界的な評価をいただいております。しかしながら、現在、このゲームマーケットを取り巻く環境は21世紀を迎え、大きく変化を遂げつつあります。それに伴い、家庭用ゲームのビジネスモデルも転換期を迎えております。ハードウェアとソフトウェアが両輪をなす家庭用ゲームビジネスは、従来ハードを低価格でユーザーに提供して、1台のハードに対して多数のソフトウェアを販売することでの収益を上げていくビジネスモデルでありました。しかしながら、ハードウェアの拡販を前提とするハードウェアビジネスとソフトウェアビジネスのバランスが最近、この維持が非常に難しくなってきております。そしてそれがゆえに、その収益構造が成立しにくい状況となっております。よって今般、本日をもってセガの最大の強みであるコンテンツ、これに対するコンテンツオリエンテッドなビジネスモデルに早急に移行し、今後の収益回復を確実するために、今回、ドリームキャストの製造中止を決定いたしました。今申し上げましたように、今日をもって決議し、実際の製造中止は、この3月31日をもって製造は中止をいたします。さて、今までのハードウェアビジネスというのは、前期の例を取りますと、全体の売上3390億強の売上に対して、大体770億、おおむね23% 弱という比率を占めておりました。そして営業利益におきましては、ハードウェアで前期ですが、380億強の損失を出すというような、ほとんどハードウェアで損失を出すような状況でありました。さて、今般、ハードウェアの製造を今期末をもって終了すると、そうした時の今期の通期業績予想ですが、これを下記の通りに修正をさせていただきたいと。
家庭用ゲーム機の製造中止及び今期の状況を踏まえ、平成12年11月24日に中間決算発表、これをいたしましたが、この時に公表した通期業績予想を下記の通りに修正をいたします。前回発表で売上3200億、経常利益マイナスの181億、当期純利益236億ということを連結で発表させていただいたわけですが、今般、売上2600億、経常利益479億、当期純利益583億という形での修正を発表させていただきます。さらに、単体におきます通期業績予想、これにおきましても、前回発表は2240億の売上、113億の経常利益のマイナス、当期純利益におきましては、同じくマイナスの148億と発表させていただいたわけですが、今回、これを売上高1870億、経常利益163億のマイナス、さらには、残念ながら、当期純利益といたしましては、892億のマイナスという形での発表をさせていただきます。何故、このように大幅な修正をせざるを得なかったかということについてお話しさせていただきますが、業績、これの修正の主たる要因は、やはりドリームキャスト事業によるものであります。ドリームキャスト事業につきましては、ハード各班、ネットワークの登録者数の拡大、さらには競合他社に対するアドバンテージを拡大するために、欧米において昨年9月よりドリームキャストの値下げを行いました。直後の市場の反応は、同時期に特にアメリカにおいて発売を開始したフットボールゲームの NFL2K1 など人気ソフトもあり、非常に好評でありましたが、我々にとりまして最大の商戦期であるクリスマスシーズンにおいて大きく勢いを失い、期待通りの結果を得ることができませんでした。日本、アメリカ、ヨーロッパの各市場とも聞くところによりますと、クリスマス商戦が全般的に弱含みで推移したということも大きく影響を受けました。今期のドリームキャストハードウェアの販売数量は、昨年12月末までで国内280万台、米国135万台、欧州56万台、アジア13万台の合計で232万台であり、これは計画に対して44% 減という結果になりました。また、ドリームキャストの販売数量の減少に伴い、セガの内作ソフトの販売数量も12月末までで国内163万本、米国454万本、欧州156万本、アジア42万本、合計で815万本ということで、これも計画に対しまして34% の減少となり、売上高並びに経常利益が減少いたしました。また今般、今日、ドリームキャストハードの製造を中止したことなどによりまして、下記の特別損失を計上する予定でおります。現時点でのドリームキャストハードの在庫数は、全世界で約
200万台であります。これらハードウェアおよびペリフェラル等を含む製品と部材の在庫整理のため、約700億円を見積もっております。さらに、ドリームキャストハード関連の特許料と前払い費用処理のため、約30億円などを加えて、ドリームキャストハード事業の整理のために、合計で約800億円の損失を見積もっております。また、金融商品に関わる会計基準による有価証券評価損約60億円、退職給付に関わる会計基準による債務の一括償却約23億円などの計上も合わせて予定しております。また、単体におきましては、これに加えて、ドリームキャスト事業を行う欧州の海外反社、および米国の持ち株会社の株式評価減、これを約330億円処理をいたす予定でございます。ドリームキャストハードの製造中止に伴うドリームキャストハード関連在庫整理の特別損失の大半は大幅な評価減として見積もっており、今後、在庫の販売に最大限の努力を払ってまいりますので、最終的には損益の回復、並びに資金の回収に寄与するものと考えております。一方、当社の代表取締役会長兼社長であります大川勲の個人資産をこの度受贈することによって特別利益、これを約850億円見積もっております。さて、今期末2001年3月期の株主総の予想でございますが、連結におきましては、中間期1407億円、今期末におきましては、1148億円を予想しております。単体におきましては、中間期、この時点で1902億円、これが今期末、ここにおきましては、1189億円と予想をしております。さて、資金計画でございますが、この度の特別損失処理に伴うキャッシュアウトは約100億円程度が予想されますが、先ほどお話ししました大川勲からの贈与により850億円によりまして、資金の不安は全くありません。さらに、これからご説明をさせていただきます収益回復策をもとに、銀行の協力もいただけるものと考えており、また、別途資金調達の検討も進めておりますので、財務的な懸念は全くないものと考えております。さて、収益回復策でございますが、今回の業績予想の修正に至った原因であるドリームキャスト事業の現状を鑑み、平成12年10月27日、昨年10月27日に発表いたしました経営方針、経営戦略に基づき、セガはコンテンツ事業とアミューズメント事業にフォーカスしてまいります。このことによりまして、コンテンツ事業での高い収益体質を確保して、さらにはアミューズメント事業においては、市場でのリーダーシップを発揮してまいります。さらに、ネットワークゲームでのアドバンテージを高めるとともに、アーキテクチャの横展開を積極的に図ってまいります。そして、企業体質の強化を図るために、海外反社及び関係会社の総点検を行うとともに、セガ本体の合理化を強力に推進してまいります。具体的な収益回復策としましては、大きく6つの項目がありますが、先ほど来、
説明させていただいてますように、コンテンツを中心にいろいろな施策を施すということでございますので、コンテンツを監視をしております特別顧問の加山の方から詳しくご説明を差し上げます。加山でございます。お手元に資料があると思いますが、かいつまんでポイントを述べさせていただきたいと思います。まず、セガ自身がプロポーション、体系の変更を行い、アミューズメント事業とコンテンツ事業にフォーカスしていくという中で、コンテンツ事業について、ご説明いたします。1点目は、これからのドリームキャスト事業でございます。まず、今期末をもちまして、ドリームキャストハードおよびそれに関わるペリフェラル等については、今ご説明しましたように評価減を行い処理を終えたいと思っております。でその後、販売については、続けていこうというふうに考えておりますが、これらの在庫につきましては、ユーザーの手元にですね、日米をきちんと届けられるような形の方策を考えて、日米をそれぞれのエリアにおいて最適な施策を実施してまいりたいと思っております。これは当然のことながら価格政策も含めて行ってまいります。で、ドリームキャスト事業の中心はソフト事業になります。今期は最終大体900万本ぐらいのセガソフトのですね、販売を見込んでおりますが、来期につきましては、お手元に資料もあると思いますが、発売タイトル数につきましては、日米をともにセガのソフトについては、ほぼ同タイトル数程度を考えております。タイトルの強さにつきましては、今期よりもソニックアドベンチャー2等を含めてですね、強くなっていると思っておりますが、何分製造を中止するというふうな発表を行っておりますので、流通関係の方のですね、反応、ユーザーのですね、反応等、ある部分、場合によってはかなり、強烈なアゲンストがあるかもしれないということは予測しております。それでも日米を各地におきまして、一定数量のですね、販売本数は確保できるというふうに思っております。で合わせまして、ドリームキャストの製造のですね、中止によって、サードパーティー様にもご迷惑をかけますが、これにつきましては、ライセンス、サードパーティー様のですね、ライセンスロイヤリティを柔軟に対応することによってですね、お作りになられているソフトがですね、ビジネスとしてできる限りきちんと展開できるような対応を取ってまいりたいというふうに思っております。流通に関しましても、当然のことながら棚の確保等ですね、きちんとやってまいらないといけないと思っておりますので、これにつきましても、日米をそれぞれ発表時期は異なりますが、日本ではおおむね来週ぐらいにですね、具体的な政策をですね、流通の方々にご説明をして、ドリームキャストのですね、ソフトおよびハードのですね、販売がそれぞれの方にですね、事業として成立できるよう、そういった施策を展開してまいります。2点目の他社フォーマットへの供給でございますが、これにつきましては、現在発売されておりますプレイステーション2向けに、まずバーチャファイター4、これは、アーケードでもまだ発売をしておりませんが、バーチャファイター4、桜大戦シリーズ、スペースチャンネル5シリーズ、J リーグプロサッカークラブを作ろう等のですね、作ろうシリーズ等をですね、供給をすることを決めております。それ以降も積極的にですね、プレイステーション2向けにソフトの投入を継続的にワールドワイドに行ってまいりたいというふうに思っております。また、欧米を中心にサターンの時代のソフトをリニューアルしてですね、プレイステーション1向けに展開をしていくということも合わせて決めております。で、任天堂さんが3月に発売されますゲームボーイアドバンスにつきましては、日本ではチューチューロケットとぷよぷよ、これはまだタイトルをきちんと決めておりませんが、名前を、アメリカではゲームボーイアドバンスの発売と同時に、ソニック・ザ・ヘッジホッグ・アドバンスを日米同時に展開をしていくということを決めております。
なお、マイクロソフト社の Xbox、並びに任天堂ゲームキューブ向けのソフトの供給につきましては、現在、両社と、協議をしております。ただし、両ゲーム機の開発環境につきましては、両社のご協力ですでに整っており、あとは協議を終了させてですね、具体的なタイトルを決めていくというふうな形で考えております。で、セガといたしましてはソフトメーカーという形に今後展開していきますが、ドリームキャストのソフトとですね、他社フォーマット向けのソフトを合わせてですね、来期につきましては、これは前提条件といたしまして、マイクロソフト、Xbox、任天堂ゲームキューブが予定通り発売された場合、両方合わせてですね、今期約900万本売っておりますが、セガは、それの 50% アップ程度が実現できるタイトル編成を今具体的に行っております。特にドリームキャストのソフトにつきましては、かなり厳しくなることを前提に数字としてですね、読み込んだ上での、設定でございます。これが他社フォーマット、ソフト供給についてです。以降、6ページ目ですには、収益に大きく来期寄与するというものではございませんが、PC のソフトとモバイルのソフトの供給につきましても、現在、展開しているものをですね、もう一度統合的に、積極的にセガとして展開をしていくということを決めております。合わせまして、ゲームソフト以外の、コンテンツ、セガの関係会社には、東京ムービーを持っておりますトムスエンターテインメント、プーチンのセガトイズ等がございますが、新しいコンテンツの領域につきましても、展開ができるよう準備を進めております。以上のような形で、具体的なソフトメーカー、コンテンツメーカーとしてのですね、セガの展開を来期具体的な形で図ってまいります。で、2番目はアミューズメント事業についてでございますが、これはもうすでにセガが、名実ともに圧倒的なリーダーシップを持っている領域ですが、これについては、ポイントで言いますと4点。1つ目は、今まで合理化を進めて、600店舗ほどになってきておりますが、施設の開発をですね、積極的に行ってまいります。これはゲームセンターと呼ばれているものだけではなくてですね、ショッピングセンター等にございます、以前のセガユーザーがすでにお子様がいらっしゃったりとかしますので、ファミリーエンターテインメントスペースの開発、あるいは、それとも違う、また全く新しい業態も含めてで、セガのアミューズメント事業が展開できる施設開発を積極的に行っていくというのが1点目でございます。で、2点目はその施設そのもの、あるいはその施設の中で展開をしています、コンテンツといいますか、あるいはボードのようなものですけど、そういったものをネットワーク武装をして、より競争力を高めてまいるというふうなことに投資をしてまいろうと思っております。で、3番目は業務用ビデオボード、これは現在、ナオミシリーズという形で展開をしておりますが、全世界で今、ナオミは17万枚ほど出しておりますが、シェア的にいくと今 70% を超えておると思います。この業務用ビデオボードにつきましても、当社が開発しているナオミラインだけではなく、他社のアーキテクチャの業務用のビデオボード化も含めまして、引き続きですね、リーダーシップを取ってまいる方向で考えております。合わせまして、業務用ビデオボードそのもののですね、ネットワーク対応バージョン、そういったことについても現在、開発を進めております。4点目につきましては、従来の業務用ビデオゲーム、メダルゲーム、プライズ等につきましても、積極的な商品開発を進めておりますが、昨年来、ここしばらくセガのアミューズメント施設を引っ張っておりますタイトルのダービーオーナーズクラブ、ああいった新機軸のゲームソフトの、ゲームといいますか、コンテンツの開発も行っておりまして、大体3、4の大きなプロジェクトを動かしております。これをできる限り早期にですね、市場施設の方に投入できるようにしていきたいと思っております。以上4つの軸を、4つの方針を持ってですね、アミューズメント事業そのものをより強く、より大きく展開していきたいと思っております。で、合わせましてネットワークについてでございますが、これはもうすでにネットワークのゲームにつきましては、その開発力と運営力につきましても、他社に比べて圧倒的なアドバンテージを持っているというふうに私どもは認識しております。
このアドバンテージをですね、より強くするために、ネットワークゲームの開発につきましては、従来通り積極的な投資を行ってまいります。一方で、ネットワークゲームを投入するためのインフラ、あるいはですね、そのための基盤整備につきましては、もう今期中にすでに、投資については終了しておりまして、あるいは完了しておりまして、今後、改めてインフラ、基盤整備に対して投資をするというふうなことは、今考えておりません。で、今後の投資はですね、コンテンツそのものに限定してまいるというふうに考えております。で、ファンタシスタオンラインに代表されますようなネットワークゲーム専用タイトルにつきましても、現在10タイトルほど、開発をしております。で、そういったゲームのですね、投入環境につきましても、今後はですね、他社との提携等によりより充実したものを用意したいと思っております。その一つといたしまして、SC との間で、セガと SC はネットワーク対応のアプリケーションやサービス、および将来のブロードバンド対応に関し、相互に協力を検討するという合意のもと、具体的な話し合いに入っております。これは、現在持っておりますセガのネットワークゲームの、ユーザー、イサオ、セガ .com 等ですけど、これに加えまして、他社との間でですね、乗り入れをすることによって、大きなネットワークゲームをですね、投入できる環境を用意していくというふうなことが、ネットワーク領域における戦略でございます。4点目のアーキテクチャの横展開につきましては、先日、セットトップボックスの件について1件、発表させていただきましたが、これにつきましては、ポイントを言いますと、ロイヤリティビジネスモデルでございます。技術の供与を中心にして展開しておきますので、セガ自身が今後そのアーキテクチャによってですね、ハードを作る等ということについてはビジネスモデルの中に入っておりません。このアーキテクチャの横展開につきましては、そういったビジネスモデルで進めてまいりたいと思っております。で、最後のところですが、構造改革、今後、案がまとまり次第詳しくご説明をさせていただきますが、ページで言いますと8ページの5番、6番ですが、1点目は、キーワードで言えば家族構成の見直しを行いますと。セガ自身がハードメーカーから、ソフトメーカーに変わっていく中で、海外反社、関係会社についてもですね、再度その立場からの総点検を行って、不採算な事業、あるいはグループ内における位置づけが不明確な会社事業については、整理、縮小、売却等も検討してまいりますと、いうことでございます。で、同様に、ドリームキャストからの撤退によりまして、セガ自身の中身も見直さないといけないということで、セガ自身につきましても、今申し上げましたアミューズメント事業と、コンテンツ事業に集中して、それを一番効率的に展開できるレベルにまで必要最小限の陣容に、スリム化を行いたいというふうに思っています。同時に資金の使用のですね、効率、あるいはその開発の生産性のアップ等の立場からも現在進めております事業、あるいはプロジェクトについても、もう一度ゼロベースで見直しを行い、より結果的にはですね、より収益性が高く生産性の高い企業へ早期に、脱皮するということを目標にしております。以上、コンパクトではございますが、この6点をもってですね、セガの収益性を来期大幅に回復して、先ほどお話読み上げさせていただきました大川のですね、意思にを形にすべく頑張ってまいりたいというふうに思っております。ただいま説明させていただきました収益回復策、これを迅速に確実に実行するにあたりまして、マネジメントの強化が必要だということで、本日、すなわち平成13年1月31日の取締役会におきまして、加山哲夫共同最高執行責任者ということで任命をいたしましたことも併せて報告をいたします。
さらにはビジネスモデルがソフトウェアオリエンテッドなビジネスモデルへ変貌するということでのさまざまな機構改革、これも必要になりますので、収益回復策を実行するにあたりまして、構造改革推進本部を設置することを同じく決議いたしました。そして、ここには新しくco COO として就任いたします加山が構造改革推進本部長として構造改革の推進を統括していく予定でございます。かようなことによりまして、すなわちハードウェアを製造中止する、さらには大きく6つの収益回復策を迅速に確実に遂行すると、そしてセガの最大の強みでありますコンテンツ、ここにフォーカスを当てるということによりまして、セガの再興は必ずやなるものというふうに確信をしております。以上、ご報告申し上げます。ご質問のある方、挙手お願いします。じゃあ、そちらの前から、前の方。今、マイクが回りますので。どうぞ。T ネットオンラインゲーム情報誌 G タイムニムと申します。どうも、佐野です。メインリリースの5ページにあります、今後のドリームキャスト事業の点について2点ほどお伺いさせていただきます。まず1点ですが、上から2行目にですね、今期末から来期にかけて在庫を家庭に運ぶことを第一目標とした施策を取ってまいりますというふうにありますが、今日の一部報道によりますと、海外でドリームキャストの価格を一部値下げするという話が入っているんですが、そのような話も含めまして、もし今の段階で具体的なものが出せるようでしたらお教えいただければと。で、もう1点が、来年以降はドリームキャスト本体の製造を中止するということなんですけども、すでに保有しているユーザーに対して、例えば修理が必要になった場合、あるいはビジュアルメモリーをはじめとする周辺機器の提供というか供給についてはどのような形になっているのか、この2点についてお伺いできればと思います。1点目のアメリカの報道という話ですが、先ほど申し上げましたように、日本、アメリカ、ヨーロッパ、それぞれエリアの特性が違いますので、それぞれのエリア特性に合わせて、最終ユーザー、ドリームキャスト利用者にですね、届くような施策を進めるということで、各現地会社等には指示しております。その意味では、アメリカはアメリカの中で最適な方法と。日本につきましては、これも先ほど申し上げましたが、来週に、流通の方たちに対してですね、日本についてはこういう展開を行ってまいりますというお話をする機会をご用意しております。で、2点目のご質問の周辺機器、あるいは補修用につきましてですが、これはきちんと必要な数量をセガの中で確保しております。その部分につきましては、急にですね、やめましたから、ビジュアルメモリーがなくなり壊れたとか、あるいはハードが壊れたので、補修ができない、あるいは代替がないというふうなことについてはならないような数量の確保をセガ内で行っております。ありがとうございました。よろしいですか。はい、じゃあ続きまして、じゃあ前。翼の丘ですけど、1点質問があるんですけど、1月末の現預金というのはどれぐらいになってるんでしょうか。それからドリームキャストの評価減というのは、製品でしたら大体何円ぐらいの前提になってるんでしょうか。今のご質問につきまして、まず最初の、足元でのですね、現預金の状況でございますけれども、現在、約単体でですね、100億円程度、それから、連結ベースで見ますと、200億円弱と
いうような状況でございます。評価権の問題についてお答えをさせていただきます。今期のドリームキャスト撤退に伴う特損処理の大部分が大幅な評価減ということでございます。基本的な考え方としましては、このドリームキャストの生産中止に伴う負のインパクトを来期に一切持ち込まないと、こういう考えで今期に全部取り込むと、こういうことで可能な限り最大限の評価減を実行いたしました。ただしながらドリームキャストの販売自体は、今後も最大限、マーケットに販売をしていく努力を重ねていくわけでございます。従いましてご質問にありました評価減いくらにしたのかと、具体的な金額につきましては、今後私どもが販売していくにあたりまして、これはマイナスのインパクトになりまして、決して、株主様はじめ投資家の皆さん方の、共同の利益にはならないと、こういうふうに考えておりますので、具体的にどの金額でどういう形で評価減をしたのかということについては、この場での発表は控えさせていただきたいというふうに考えております。しかしながら、冒頭申し上げましたように、今期最大限可能な限りの負の処理をすべて取り込むということでございますので、むしろ今後、この在庫が販売にすることによりまして、少なくともキャッシュフローの改善にもなってまいりますし、評価減にも改善になってくると、そういうことで、ボトムの改善、資金の改善につながるというふうにご理解をいただきたいというふうに考えております。以上です。よろしいですか。ありがとうございました。エンターブレインファミ通 DC の相沢と申します。先ほど加山さんがネットワークコンテンツについて10タイトルほど来期も予定しているとあったんですけども、それはドリームキャスト用のタイトルだけなのか、それとも他を含めてなのか、またそれが他のものも含めてのという場合は、現在発表されている以外にも多機種での予定があるということなのか、またその場合、ファンタジースタオンラインといったような、タイトルが、移植される可能性も検討しているということなのか、お願いいたします。来期という形ではなくてですね、現実10タイトルほどネットワーク専用ゲームですね、ファンタジースターオンラインのようなもの、ただこれもちょっとゲーム誌の方も多いみたいなので、ブラウザーベースのものとかですね、サーバーベースのものでもマッチングサーバータイプのものからポータルサーバータイプのもの、ダウンロード等ございますけれど、今開発を始めているものが10タイトルほどあるということで、この中には移植というふうなものについては入っておりません。で一方で、ネットワークゲームの環境につきましても、先ほど来申し上げましたように、他のプラットフォームフォルダーとは話し合いはしておりますが、現状 DC と PC 以外はネットワーク環境を現実的には、モデム等も含めて持っておりませんので、開発のベースを DC あるいは PC いずれかの方で進めていると。ただ環境が整い次第それをあるいはマルチデバイスといいますか、マルチフォーマットといいますか、そういうふうなことも視野には入れながら進めているということです。で具体的なタイトル等についてはちょっとご容赦をいただければと思います。よろしいですか。他にじゃあそこの後ろの今顎に手をやられて申し訳ないです。ソシエテジェネラル証券山科と申します。特別損失のところで、お伺いしたいんですけども、先ほど、可能な限りすべての損失を計上されたと言っておられましたけども、ここに書かれている以外にですね、例えばファンドリーに対しての違約金ですとか、あとリストラに関して、何も書かれてないですけども、ハード事業に携わっていた方のですね、リストラ費用など発生する可能性はないのかということと、あと最後の方に書かれてましたその海外反社関係会社の総点検、これをした結果特損っていうのがおいくら発生する可能性があるのかっていうのを教えていただきたいのが1点と、あとこの構造改革によってですね、来期の営業黒字、あと最終黒字、これは達成可能と見ておられるのかどうか、以上2点お願いいたします。
それでは、最初のまずご質問ですけども、リストラに関わる費用はすべて見込んでおります。従いまして、ドリームキャストトータルの損失処理の中で、リストラの費用も全部計上いたしております。従いまして、今後、海外の反社も、いわゆるソフトパブリッシャーとしての新しい組織体制に段階的に生まれ変わっていくわけですけれども、それに伴う一連の費用等々につきましても、すべて、今回、処理をいたしております。従いまして、先ほど申し上げましたように、ほぼ積み残しがないというふうに確信をいたしております。それから来期の収益の問題でございますけれども、これは基本的に来期収益を出すと、そのために今回、今申し上げましたような形で収益改善計画を発表させていただいておりまして、不退転の決意でこれを実現すべく最大限努力をしてまいるということでご理解をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。すみません、ソフトバンクドリームキャストマガジンと申します。お世話になってます。1点お伺いしたいんですが、ライセンシーさんにですね、特に今回ドリームキャスト突然の製造中止ということで、特にライセンシーさんなども含めまして、かなりちょっとびっくりのニュースなんですけども、例えば加山さんの古巣であらゆるメディアファクトリーさんなんかが早速DC ソフトの発売中止を突然発表したりとかですね、しておりまして、そういった海外も含めまして、日本国内、海外、ライセンシーさんへの今後のケアというところを、もう少し、具体的にお伺いしたいんですが。おっしゃる通りで、古巣からメールが来てびっくりしたりとかしておってですね、個人的な感想をこういう場で述べるのはどうかと思いますが、申し訳ないなというふうに思っております。で、先ほども言いましたように、手持ちのですね、在庫が200万台ぐらいございます。これは今期、セガがですね、全世界でドリームキャストを販売する台数とほぼ同じということで言えば、これをきちんとユーザーの手元にですね、届くような形を取り、かつ稼働率を上げていくということが、ドリームキャストのですね、ソフトビジネスを行う方たちに対するまず最大の責務だということで、そのための具体的な施策作り、あるいはそのための、指示、具体的なですね、案の指示をしております。でもう一点は、じゃあ今まで通りセガにですね、ロイヤリティ等をですね、払って、それで本当にこの先どうなるかわからないという不安心理の中で事業が続けられるのかという等もございますので、これが、ここにですね、セガのソフトパブリッシング部というところがやっておりますけれど、日本におきましては、アメリカにおいては SOA とか、柔軟にですね、各社の状況等をきちんとお話し合いをした上で、ロイヤリティについてもですね、対応していくようにという指示を出し終わっております。ですから今日の発表をもちまして、多分、具体的にですね、ソフトメーカーさんとドリームキャストの作られたソフトがですね、きちんとビジネスとしてできるような、状況づくりの話し合いを個別に行ってまいるというふうに考えております。津山新聞社の島田と申します。5ページにある、ドリームキャストダイレクトの強化っていうのがあるんですが、この点について人員の強化ですとか、他サイトとの連携があるのだとか、そういった点について具体的に教えてください。ドリームキャストダイレクトは実は多分日本のですね EC サイトの中でも数少ない収益を上げている多分EC だと思います。で、これにつきましてもですね、今具体的に今回ドリームキャストのハードの製造中止ということから、どういう形でハードをですね届けていくのかと。アメリカにおきましてはB2C はダメだというふうにSOA などと話をしてても言ってるんですが、日本はそういう部分もちょっと違うようなので、ユーザーにきちんとユーザーの方にですねソフト、ハードを届け、なおかつ今までですねいろんなさまざまな企画等でですね
多くの、ファンの方がついておりますので、そこを、より強くできるようなプランについては、重点的に、予算を投資するよという話で今やっておりまして、今まとめております最中ですので、多分これもですね、責任者竹崎と言いますが、竹崎が多分皆様の方にきちんとご説明をさせていただくと思います。もう少し、待ってください。はい、他にございますか。じゃあそちらは隣。共同通信の細田と申します。昨年10月の経営方針の説明会の時にドリームキャストを1000万台出荷すれば、大体その3割に当たる300万台に関してはネットワークを使ったゲームのユーザーになるだろうというご説明をいただいたように記憶してるんですけれども、でそうするとそのネットワークゲームの利用者からの収益がベースができるんでそこまで販売すればですね、十分にその収益見通しあるんだという、そういう大雑把に言ってそんな説明だったんじゃなかったかと思うんですが、今回ドリキャスの製造中止を決めると判断された背景というのはですね、その1000万台っていうのが達成しようと思って、期末までに達成できないという見込みからなのか、それとも、そもそもその300万台のネットワークユーザーというベースから得られる収益っていうのが見込み違いだったのか、あるいはですね、もうちょっと大きく例えば欧米のその景気減速みたいなことがですね、予測以上に年末のその販売台数の減速ということで現れてきた影響なのか、それとも、ソニーとか他とのそのハードウェアでの競争ですね、そういったものの影響なのか、どういうふうに分析していらっしゃいますでしょうか。これ冒頭、今回の決定をするにあたってでの背景ということでお話ししましたけども、基本的にやはりビジネスモデルがですね、ハードウェアを抱えてそのハードウェアだけにソフトを提供するといったビジネスモデルが今や成り立たなくなってきている、そういう認識のもとです。確かに1000万台こういう目標を掲げて、やってきたわけで、それが結果としましてはおおむね700万台強ということで、それがゆえにネットワークの会員おおむね3割ということですと300万人がしたがって210万人になっちゃうということ、これだけを捉えてですね、今回のハードウェアの製造、これを中止したというわけではなく、総合的なビジネスの変貌に合わせてセガも変わっていくんだということでの決定でございます。よろしいですか。他にございますでしょうか。ちょっと付け加えさせてもらいますけれども、1000万台の時に300万台になるという話ではなくてですね、もともとネットワークユーザーを300万ターゲットとして取り組もうというふうにやってまいりました。先ほどの説明にもありましたように、年末のですね、市場の弱さというのもありますけれども、日本でもファンタシースターオンラインが出た、アメリカでもですね NF が出たということも含めて、今300万に対してはですね220、30万規模のですねユーザーが取り組めています。でそういった意味ではネットワークユーザーあるいはネットワークゲームを使っていこうというですね流れというのは非常に強いものであるというふうには思っております。G 通信の赤間と申します。4ページのところの資金計画のところなんですけれども、じゃあ銀行の借り入れ以外にも別途資金調達の検討を進めておりますとあるんですが、これ具体的にはどういったものになるんでしょう。市場からのファイナンスですとか、そういったことになるんでしょうか。資金調達の手段はいろんな多様な方策が考えられます。現在はまだどういう方法でどういう形でということについてそこまで踏み込んだ検討はいたしておりません。いろんな多様な資金調達の方法の中で今後その中から当社の状況に合わせて最適な資金調達の方法をこれから模索していきたいと、こういう段階でございます。
G 通信社の竹場と申します。2点ほどお伺いしたいんですが、今日出席されてないその幹事の大川さんの進退含めた今後経営陣の体制について伺いたいのが1点。それから、人員のところ最小限のスリム化を図るとあるんですが、これ具体的に現在の何人体制からどれぐらいの体制にされるかっていうこの数字のところでお伺いしたいんですが。お答えいたします。私どもの大川は、この1月の22日の賀詞交換会がございまして、その席でも申し述べさせていただいたんですけれども、少し風邪をひきまして、賀詞交換会にも欠席をさせていただきました。とは言いながらも、いわゆる CEO としまして、今回の重大な決断を踏まえまして、日々、業務の CEO としてのファンクションを従前通り果たしております。自宅で、療養されたいということで、体力の回復と、それから、こういう時期でもございますんで、風邪でもこじらしてはいけないと、こういう配慮から、会社に直接来られるということは少なくなっておりますけれども、逆にその分、ここにおります新しい若い経営執行部を一つよく見守っていこうと、こういう配慮があるのかもしれません。そういう状況でございます。時間の兼ね合いもございます。ですね、従業員の規模等につきましては、先ほど構造改革推進本部を発足するということで、発表させていただきましたですけれども、これからこの構造改革本部の中で、具体的な組織のありよう、適正の規模、人員等々煮詰めてまいりたいと。かように考えております。2月中には、次のステップのまた発表ができるものと、そういう段取りで進めてまいりたいとかように考えております。日経 BP 社の田村と申します。数点あるんですけれども、ソニーコンピューターの間でいろいろな提供していくっていうことなんですけれども、例えばまずネットワークのアプリケーションを展開しているという、このネットワークのアプリケーションのネットゲームのことを指すのでしょうか。それとサービスを提供していく、このサービスに具体的にどういうサービスをしていくのか、でブロードバンドへの対応で具体的にどういうことをしていくのかということを教えてください。それと今後のネットでの具体的な収益モデル、例えばファンタシースターオンラインのような会費を取るようなモデルを中心に進めていくのかなどを教えてください。で、それでいくつかモデルがあると思うんですけれども、そこで具体的にどれぐらいの割合でそのネットでの収益を入れていくのか、あとその収益のバランスなんですけれども、ネットゲームと今までのパッケージビジネスがありますよね。パッケージの販売、どれぐらいの割合でいき、で最終的にそのネットでのゲーム市場がどれぐらい大きさがあるのかを教えていただきたいです。1点目の質問につきましてはですね、SC との間で合意した文面の一部をここに載せております。これ以上のことについては、現時点ではノーコメントにさせていただきたいというのが一つです。で2点目につきましてはですね、ネットワークゲームそのものについては、例えばファンタシスタオンラインは日本では活用しておりますが、アメリカではしておりません。アメリカの場合は、ISP モデルの中でビジネスを組み立てるということが有効ではないかという議論も出ております。その意味では全世界同時にソフトを仮に出したといたしましても、収益モデルが複数存在する可能性もあると。これはセガ自身がいろんな形でソフトの提供をしておりますので、分かってきたことというふうに言います。この部分でもビジネスモデルについてはこれだあれだというふうなことではなく、このソフトについては、あるいはこの領域にこのエリアについてはこういうビジネスモデルではないかというふうなことに多分なっていくのではないでしょうか。これについてもですから、今の時点でこれであるということについてはお答えしたいのですが、まだ回答を持つに至っておりません。で、3点目のネットワークゲームのネットワーク収入とですね、パッケージの収入ですけれど、現実エヴァークエストにしても何にしても基本的にはですね、まずパッケージの収入があって、その上で、有料のものについてはネットワークの収入があると
いうふうな形です。で現在、セガではですね、ファンタシスタオンラインをやっておりまして、どれぐらいのものになるかというのを具体的な検証をしているという部分です。これも多分将来的にはバランスが変わっていくのではないかと思っておりますが、今の時点でこうだというふうなことについては、難しい質問だというふうに私自身は思っております。で最後に、ネットワークゲームについてはどうかといったら確実に大きくなると思います。これはそのジャンルとして確立していって極めて大きなジャンルになるのか、あるいはそうではないのかと、全てがネットワークゲームになるかどうかということについては非常に疑問、皆さんと同じようにそうではないと。ただネットワークに対応していくことは必要だし、ネットワークゲームと呼ばれている多分ジャンルが RPG と同じようにですね、極めて大きくなっていくだろうというふうな認識のもと、セガとしてはこの分野で圧倒的なリーダーシップを発揮すべくコンテンツ開発に全力を投入しているということでございます。立花証券の石井と申します。2点あります。1点目は、ドリームキャストの、200万台の在庫ですけれども、これ国内何万台、海外何万台なのでしょうか。2点目は、大川さんによる、850億円の贈与ですけれども、これ具体的には、いつあるんでしょうか。そしてこれはキャッシュと考えてよろしいのでしょうか。そして期末の、現預金の連結の現預金の残高はいくらを想定なさってますでしょうか。以上です。地域別の在庫でございますが、ざくっとですね、日本で約28万台、米国で120万台、欧州で46万台、アジアで9万台、合計203万台と、12月末現在の数字でございます。それから、大川から、贈与を受けました850億でございますけれども、基本的にはその主体は有価証券でございます。で、これはすでに実行済み、でございます。で、期末の、それから余談でございますけれども、この850億、こういう形で、贈与という形で、これは大川の意思でございます。で大川は常日頃から事業で得た個人資産は事業に全部還元すると、こういうことを経営の哲学として言っております。こういうことを、オーナーの経営者の方は世の中にたくさんいらっしゃって、そういうことをおっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですけれども、それを粛々と実行されるというのはあまり私も記憶にないことでございまして、そういう意味では我々大変、頭を垂れて、受け取ったと、こういう経緯でございます。その背景にはむしろ株主さんをはじめ皆さん方に収益性が化するんだということの強いメッセージであるというふうにその思いも込められていると思いますし、また私ども経営陣に対して必ず今回発表した収益回復プランを実行せよという強い激励の意味合いもあろうかと思います。いずれにしましてもそういう意味合いで、今回これはすでに実行いたしました。期末の手元の現預金につきましては、この850億の内容につきまして、現在精査をいたしておりますので、それの確定を待って、その上で最終3月末の手元誘導資金がどうなるかということについては、ちょっと今現在、まだ精査中でございますので、今日この場ではちょっと確たる数字申し上げられないということで、ご理解いただきたいと思います。ありがとうございました。まだまだご質問おありかと思いますけれども、ちょっと時間がオーバーしておりますので、誠に申し訳ございませんが、これでご質問を打ち切らさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。